今日はオクラの天ぷらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオクラの天ぷらを作りたいと思います。はい、ということで今回はオクラを天ぷらにしていくんですが、サクサクでとてもやみつきになる天ぷらに仕上げていきたいと思います。衣をサクサクに仕上げるポイントなどご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに衣以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。オクラ、白だし、お砂糖、塩。こちらの材料を使っていきます。まずオクラなんですが、今回は白だしで味付けして、そしてその後天ぷらにしていきたいと思います。今回私が使っている白だしなんですけれども、8倍濃縮の白だしになってます。この濃さに関しましては、どれを使っていただいても大丈夫です。あとは少しお砂糖を加えてコクを出していきたいと思います。オクラの本数に関しましては、今回ね、10本揚げていくんですが、こちらは衣の量に合わせて調整してください。そして衣の材料はこちらです。薄力粉、片栗粉、お水、料理酒、マヨネーズ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回衣をサクサクにするポイントはこちらの片栗粉とマヨネーズと、あとは料理酒です。こちらの3つを入れていただくと、とても簡単にサクサクっとした衣に仕上げることができます。そしてマヨネーズと料理酒に関しましては、衣に味付けをすることもできます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずオクラをね、板ずりしていきます。オクラはね、このようにちょっと細かい毛がたくさん生えてるので、こちらを板ずりで取っていきます。これもね、いろんな方法があるので、やりやすい方法でやってください。まずね、オクラをまな板の上にこのように横に並べてください。そしてここに塩をまぶします。だいたい小さじ1杯ぐらいですね。このように全体にまぶして、あとはオクラに手を添えて、このように上下に動かしていきます。これでね、オクラの表面の産毛を取っていきます。ネットを使ってやる方法とかもあるので、いろいろやってみてやりやすい方法を見つけていただくといいかなと思います。これが基本的なね、板ずりのやり方です。はい、OK です。だいたい30秒から1分ぐらいやっていただければ大丈夫かなと思います。ちょっと触ってみてね、産毛が取れてれば OK です。そしたらこちらを一度水洗いします。水で洗いました。そしたらキッチンペーパーで水分を拭き取ります。続いてこちらオクラのヘタの部分を切り落とします。次にこのね、見ていただくとわかるかなと思うんですが、ここにね、ちょっと黒くなってる部分がありますね。こちらの部分はガクといって、ちょっとね、硬い部分になります。こちらを包丁で削ぎ取っていきます。このようにガクを削ぎ取ってください。ではね、残りも同じようにしていきます。はい、OK です。そしたらですね、続いてこのオクラに切れ込みを入れていきます。こちらは油で揚げていく時の破裂防止になります。まずね、オクラを横にして縦にね、切れ込みを入れていきます。このように1本切れ込みを入れてください。ではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、オクラの準備はこれで OK です。ではね、今からこちらに味付けをしていきます。それではね、ポリ袋を準備してください。そして口を広げて、ボウルにセットして、ここにオクラを入れます。そしてここに白だし、あとはお砂糖を加えます。そして全体をなじませます。ここでね、オクラを潰さないようにだけ注意してください。お砂糖のシャリッという感じがなくなったら、一度ね、空気を抜きましょう。そして口を縛ります。はい、こんな感じにしてください。ではこちらを冷蔵庫で20分漬け込みます。それではね、漬け込んでいる間に衣を作っていきます。まずこちらのマヨネーズを溶きましょう。ボウルにマヨネーズを入れます。そしたらこのマヨネーズに料理酒を少し入れてください。そしてよく混ぜて、マヨネーズがダマにならないようにしっかりと混ぜてください。こうすることでね、マヨネーズがしっかり溶けてサクサクになりやすくなります。このぐらいシャバシャバになったらまた少し加えます。そして混ぜます。これね、一度に加えちゃうとダマになっちゃうので、少しずつね、マヨネーズを溶くようにしてください。このぐらいね、シャバシャバになったら残り全部入れます。そして混ぜましょう。はい、 OK です。続いてここにお水を入れます。そして混ぜます。
このように混ぜたら、ここに片栗粉、そして薄力粉を加えます。これをよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。これで衣の完成です。こちらは使うまでこのまま置いておいてください。はい、20分経ちました。それではね、こちらを先ほど作った衣につけて、そして油で揚げていきます。オクラはね、こんな感じになってます。少しね、しんなりしてますね。そしたらこの衣の中にそのままね、入れていきましょう。そして衣を絡めます。はい、OK です。では今からね、こちらを揚げていきたいと思います。今回のね、衣の分量でいくと、オクラ10本だと多分余ると思います。なので余った衣に関しましては、何かね、一緒にお野菜を揚げて使ってください。では揚げていきます。まずですね、フライパンの底から1センチから1.5センチほどの油を注ぎ入れてください。はい、OK です。そして火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れたらすぐね、泡がプクプクプクと出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。では揚げていきます。この時ね、油跳ねとかね、あと弾いたりする場合もあるので、やけどだけには十分に注意して揚げるようにしてください。では揚げていきます。表面がね、カリッとするまで揚げてください。はい、カリッと揚がりました。今ね、だいたい1分ぐらい揚げた状態です。カリッと揚がったものから取り出してください。一緒に揚げる本数とかでもね、揚げ時間が変わってくると思うので、カリッとするまでね、様子を見ながら揚げてください。はい、こんな感じでとてもサクサクに揚がってます。それではね、残りも同じように揚げていきます。はい、揚げ終わりました。このようにサクサクで美味しそうに仕上がってます。ではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでオクラの天ぷらの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクに仕上がってます。あとね、衣が余ったので、こちらミニトマトも一緒にサクッと揚げました。余った衣に関しましては、お好みのお野菜も一緒に揚げてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうね、衣がすっごくサクサクです。そしてオクラにも味がついてるので、このまま美味しく召し上がっていただけます。美味しい。あと衣自体にも味がついてるので、とても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオクラの天ぷらのポイントです。まずオクラなんですが、板ずりをして産毛を取るようにしてください。このね、板ずりのやり方はいろんな方法があるので、お好みのやりやすい方法でやっていただいて OK です。そしてその後ですね、オクラの上の部分の黒いところですね、こちらはガクといってとても硬くなってる部分なので、そちらは包丁で剥き取るようにしてください。そしてガクの部分を剥き取ったら、縦に1本切れ込みを入れてください。そうすることで揚げた時の破裂防止になります。ただですね、これをやったからといって 100% 破裂しないというわけではないので、揚げる時にはね、やけどには十分に注意して揚げるようにしてください。そして衣をサクサクにするポイントです。サクサクにするポイントはマヨネーズ、片栗粉、そして料理酒、こちらの3つを加えることで、とても簡単にサクサクの衣に仕上げることができます。ぜひね、こちらを入れて作ってみてください。今回衣の量でいくと、オクラ10本揚げてもね、結構余ると思うので、余ったものに関しましては、好みのお野菜などを一緒に揚げていただくといいかなと思います。そしてこの衣を作る時なんですが、マヨネーズはですね、ダマにならないように料理酒を少しずつ加えて溶くようにしてください。あとはですね、薄力粉と片栗粉を加えてよくダマができないように混ぜるようにしてください。あとは油で揚げるだけなんですけれども、油で揚げる時はですね、先ほども言ったんですが、油跳ね、そして破裂には十分に注意して揚げるようにしてください。切れ込みを入れてるのでね、破裂防止にはなると思うんですが、100% ではないので、油跳ね防止のね、こういった調理器具も100円ショップとかにも売ってるので、こういったものを活用していただくと、より安全に天ぷらも揚げていただけると思います。揚げる時間に関しましては、揚げる本数とかによっても変わってくるんですが、だいたい1分から2分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。サクサクでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はオクラの天ぷらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。